今日のテーマは利用可能ヒューリスティック。人は思い出しやすい情報を起こりやすいことと判断してしまうんです。この動画では身近な例と心理的な背景、そして今日からできる対策を解説していきます。見終わる頃には思い込みに振り回されにくい自分になれるはずです。まず、利用可能ヒューリスティックとは何か。一言で言うと、頭に浮かびやすい情報ほど確率が高いと錯覚してしまう心理の癖。例えばニュースで飛行機事故の報道を見た後、飛行機って危ないんじゃないと感じる。実際には車の方が事故率は高いのに、思い出しやすい情報に引っ張られてしまう。これが利用可能ヒューリスティックです。買い物の場面でも起こります。友達がこのダイエットに成功したと聞くと、自分にも効きそうと思える。たとえ少数の例でも頭に残りやすいから効果が高いと感じてしまう。本当はデータを見なければわからないのに、思い出しやすい体験談が判断を左右するんです。ニュースや SNS でも利用可能ヒューリスティックは強力です。連日、犯罪事件が報じられると治安が悪化していると感じる。でも、実際の犯罪件数は減っていることも多い。また SNS で副業で月100万円稼げたという投稿を見れば、自分もやれば稼げるかもと錯覚する。これは思い出しやすい成功例に基づいて確率を誤解しているんです。人間関係や仕事でもこの心理は効きます。あの人はいつもミスをすると一度思うと、その場面ばかり頭に残ってしまう。逆に一度すごく助けてもらうと、その一場面だけでいつも頼れる人と決めつけてしまう。思い出しやすい出来事が評価全体を歪めるんです。それではなぜ利用可能ヒューリスティックが起こるのか。理由は脳が手に入りやすい情報を効率よく使うから。わざわざ統計や客観的データを調べるのは大変。だからすぐに思い出せる情報を代表例として使う。もう一つは感情の強さ。インパクトのある出来事は強く記憶に残る。そのせいで実際の頻度よりも多く感じてしまうんです。それでは放置するとどうなるのか。それは現実とずれた判断をしてしまう。買い物では一部の口コミだけで商品を選ぶ。投資では成功体験だけでリスクを軽視する。ニュースでは珍しい事件をよくあることだと誤解する。結果として偏った情報に基づいて行動し、損や後悔につながりやすいんです。ここからは今日から使える対策を3つ。1つ目は数字を見る習慣をつける。体験談より調査データを見る。サンプル数や確率を確認すれば思い込みに気づけます。2つ目は思い出せない例を探す。成功例は思い出せるけど失敗例は？リスクばかり浮かぶけど成功例は？思い出しにくい方の情報をあえて探すとバランスが取れます。
3つ目は距離を置く。強い印象のニュースや体験を見たとき、すぐに判断せず一晩寝かせる。時間を置くだけで冷静に全体像を考えやすくなります。状況別のミニテクもあります。買い物なら口コミ数を優先して確認する。ニュースなら他国や他地域のデータと比較する。人間関係なら直近の印象だけでなく長期の行動パターンを見る。要は思い出しやすさイコール真実と短絡的に考えないことです。最後にまとめです。利用可能ヒューリスティックは誰にでも起こる思い出しやすさの罠。数字を見る。思い出せない例を探す。時間を置く。この3つを意識するだけで情報をもっと正しく扱えます。まずはニュースを見たときに逆の事例もあるかを検索してみてください。次回はバンドワゴン効果。多くの人がやっていることに自分も流されてしまう心理を買い物や SNS の例を交えて分かりやすく解説します。チャンネル登録と高評価、そしてコメントでやってみた感想を教えてください。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。